こんにちは、MD ジャックです。オリンピックが始まりましたが、淡々と動画制作を続けていて、全然見れていません。こんにちは、アイです。ブルーインパルスかっこよかったですね。ブルーインパルスもいいけど、アイはやっぱりインパルスガンダムが好きかな。さて、今回はどこかで聞いたことあるような新ブランド CCZ の優先モデル、金色の飾り羽ブルームで2万から2万5千円ぐらいの価格帯のモデルです。ブランド名 KZ と CCA がくっついたみたいなネーミングですね。だよね。もう慣れたけど、最初はなんか笑っちゃったよ。低価格帯ではコーヒービーンっていう2000円ぐらいのモデルがあって、ちょっと気になるからいずれレビューするかもね。では見ていきましょう。アルミニウム合金のゴールド仕上げとド派手な見た目ですが、背面プレート部にメッシュが施されていてアクセントが効いています。ここはデザインなのでメッシュを通して音漏れの心配はないです。これあの人たちにお似合いのアイテムですね。金色の輝きといえば、これはぜひ12人のゴールドセイントに装着させたいよね。これ装着したらセイレーンのソレントのデッドエンドシンフォニーを無力化できる設定なんてあったら面白そうですね。いいね、それ。おっと、すっかり脱線してしまいました。カスタムチューンの BA が片側に4機、役割的には中域用2機、高域用2機、そして低域用にデュアルマグネティックのダイナミックドライバーが1機の 4BA1DD 構成です。音質は後ほどお話ししますが、 BA からイメージする鋭い質感ではなかったです。この価格帯のモデルになると色々ついてきますが、6N 単結衝動ケーブルに結構コストかかっていそうです。ケーブル、変換ジャックを差し引くとイヤホン本体は1万円台中盤ぐらいの価格かと推測します。このケーブルは柔らかく上品な感じで取り回しはとてもいいです。また5サイズあるイヤピは以前から使用していたものと同じで軸が固めで好きなタイプです。装着感はすっかり定着してきました。ミミーちゃんに解説してもらいます。はい、OK。今回の音質比較動画は T-Hi-Fi の T5 ということなので T5 と大きさなんかも比較してみたよ。ご覧の通りでプルームが一回り大きくて厚みもあるよね。それなりの厚みがある T5 を上回るので重さも含めて装着時の存在感は結構あるよ。でも自公開に当たる部分はエルゴノミックデザインになっているからフィット感はいいのできちんと装着できれば問題ないよ。良い感じ。アエの耳には少し大きそうだから買うのなら大きさの確認はちゃんとしておきなよ。色が気に入っても装着できなきゃ意味ないからね。厚み対策には軸の短いイヤピも試してみるといいよ。そうね、そうするわ。ミミーちゃんありがとね。じゃあまたね、バイバイ。ミミーちゃんからもアナウンスありましたが、今回の音質比較動画は T-Hi-Fi の T5 との比較になっています。では音質比較動画です。コーナーがやってきました。事前にお借りして聞き込んできましたからね。頑張りますよ。ではまず、イヤピの比較波形から見ていただきます。今回の音収録に使用したイヤピは、低域が少し目立つプルームの特性を考慮して、セドナイヤーフィットクリスタルを使用しました。ファイナル E タイプとのイヤピ波形比較では、高域にこれぐらいの差が生じるので、好みで使い分けをしています。
ブルームと T5 の比較波形です。両モデルの傾向を分かりやすくするため、1本ラインを引いてみます。T5 は広域寄りなバランスで、毒ドライバーの性質もあり、見た目以上に広域はシャープな出方をします。ブルームは低域がどっしりして、中域もあまり落ちず、広域は刺さらない、やや低域寄りではありますが、フラット傾向のバランスに感じます。収録音だとややこもりがちに聞こえ、実音でも広域がちょっと物足りない感はありますが、高いレベルでそつなく響く、ハイレベルスタンダードという風に思えます。音上は T5 の広く軽く明るいタイプとは性質が違い、音は近めですが、音上はしっかり広がり、深みを感じます。音の粒を薄い空気の膜で覆った浮遊感みたいな質感で聞き疲れしづらく、聞き込むとかなりハマります。情報量の多い音源で聞くと、コンティのバランスはさほど気になりませんが、低ビットレートの MP3 音源の再生を想定すると、少し低域を補正したくなります。200Hz 以下をローシェルフで 3dB ぐらいまで落とすと音が締まり、中広域から広域も見通しが良くなってきました。この価格帯のモデルにしては、インピータンス 16Ω で低め、感度 110dB と高めな気がします。バランス接続時にホワイトノイズがちょっと気になりました。スマホ直差しで鳴らすユーザーをメインターゲットとしているのだろうかと推測しますが、もしそうなら音質が地味だなぁとも思います。クラシック曲のピアニッシモでホワイトノイズが聞こえてくるのはできるだけ回避したいので、インピータンスアダプターケーブルをつけてインピータンスを上げて解決しましたが、アダプターケーブルを間に入れるとこんな風に広域の特性が若干変化します。でもこのケーブルを挟んでボリュームを上げ、アンプのパワーを使った方がなんとなく印象はいいです。これはファイナル E3000 との比較波形です。広域のカーブパターンは違いますが、低域から広域までのレベルの出方が結構似ていると思います。ここからもややマイルドな音質であることがお分かりいただけるのではないかと思います。フーバー2000とオーディルバーナスタジオで同じ曲を聴き比べてみると、オーディルバーナスタジオの方がブルームの低域が若干控えめに聞こえ、全体的に繊細な響きに感じました。それが良い音がどうかの判断は客観的にはできませんが、オーディルバーナスタジオで聴き続けたくなったのは確かです。オーディルバーナスタジオは買い切りじゃなくなったので、今使用期間中ですが、今後も使い続けたくなりました。ジャズとクラシック中心で24ビット 44.1kHz から MQA24 ビット 352kHz までいろいろ聞いてみて、情報量の多い音源で聞いた時の高いレベルでのスタンダードな響き方にかなり引き込まれました。強烈な特徴は感じず、よく言えばマイルド、悪く言えば地味な印象とも取れますが、深く広がる音調、割と近めで太めな音、刺さらない広域に、最初はちょっと物足りなささえ感じたこのスタンダードさが聞くほどに馴染んでくるので、良いモデルに出会ったなと思わせてくれました。音質は好みがあるので主観でしかありませんが、今年聞いた中ではかなり上位に来るモデルであることは間違いないです。ということで CCZ ブルームのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。